皆さんこんにちは。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は令和じゃ再放送できない平成アニメを紹介していくわ。そうか、もう平成アニメですら古いっていう感覚なんだな。確かにそう考えるとちょっと悲しいし怖いわね。とにかく、今と比べてまだ規制がそこまで厳しくなかった平成アニメの中から、いくつか厳選してみたから、ぜひ楽しんで聞いてもらいたいわ。昔を懐かしむ意味でも、楽しみにしてるぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。マジカルタルルートくん。まず紹介するのは、1990年から2年間放送されていたアニメ、マジカルタルルートくんよ。週刊少年ジャンプ黄金期の作品の一つじゃないか、懐かしいな。だからあんたは一体いくつなのよ。本作は魔法使いであるタルルートと、その相棒の少年、江戸城本丸の二人を主人公とする物語で、いわゆるドタバタ系のギャグ漫画だったわ。当時の流行りのせいもあって、バトル漫画的な要素もあったりしたよな。そんな本作は全87話と、いわゆる日朝に放送されていたアニメとして最長記録を持ってて、未だにこれを破る作品は出てきていないのよ。日朝で丸2年も続くなんてそうそうないよな。ちなみにドラえもんのアンチテーゼとして作られたという経緯があって、そのせいでやたらとブラックなネタもあったりしたのよね。へえ、ドラえもんのアンチテーゼだったとは知らなかったぜ。でも確かにブラックなネタはあったが、今は再放送できないほどだったっけか？そうね、ブラックなネタだけだったらまだ良かったのでしょうけど、本作にはやたらとな描写が多く含まれていたから、再放送は厳しいと言えるのよ。そういえばそうだったぜ。そもそも主人公である本丸がめちゃくちゃスケベキャラだった記憶があるな。そうなのよ。ドラえもんのアンチテーゼということで、のび太のダメさに加えて、な妄想ばかりするという最低なキャラとして描かれていたからね。今にして思うとなかなかひどいキャラだよな。色々あって最終的には強い男になっていくが、根っこのスケベな部分は変わらなかったし。さらに、ヒロイン役である可愛いヨナちゃんが、とても小学生とは思えない大人な雰囲気をしてて、彼女のお色気シーンは結構な頻度で放送されていたわね。当時の子供たちの中には、イヨナちゃんで性癖を歪まされた人も間違いなくいると思うぜ。そして何より、タルルートのある行動が特に本作の再放送を難しくしている要因なのよ。あれ、たこ焼き大好きなこと以外に何かあったっけ？あったのよこれが。タルは幼いゆえに母親のことが恋しくなって、女性のたわわを吸うという癖があるのよ。あったわそれ。完全にアウトなやつ。アニメでは特定のキャラにしかやってないけど、原作ではかなり多くの女性キャラに対して、この機構を行っていたのよ。とてもじゃないがそのままでの再放送はできないだろうな。でも、全体的に面白かったのは間違いないし、な部分を控えめにしてもいいから、リメイク作として蘇ってほしいもんだぜ。そうね、私も激しく同意するわ。地獄先生ヌーベイ。お次も少年ジャンプの人気作、地獄先生ヌーベイを紹介するわ。これまた懐かしいな。左手が鬼の手という、鬼の力を封じ込めた手になっていて、それを使って悪霊や妖怪と戦う、霊能力者にして教師である主人公、ヌエノメイスケと、彼の生徒たちの活躍を描いた物語ね。ホラー的な要素もあったし、ラブコメ要素もあったし、とにかくいろんな話があったよな。そうね、バラエティに富んだ多彩な物語展開が人気を博して、1990年代後期の作品では、流浪に剣心と並んでジャンプの人気を支えた大ヒット作だったわ。アニメも1996年から1年間放送されて、こちらも大人気となったの。私も左手だけ手袋をはめて、鬼の手ごっこをしたもんだぜ。懐かしいな。あんたのどこに手があるってのよ。さて、そんな本作も再放送が難しい大きな要因が一つあって、とにかくお色気シーンが満載すぎるのよ。確かにな。特にメインキャラだった京子とミキのお色気シーンはやたらと多かった記憶があるぜ。そうそう、その二人が問題なのよね。本作の主人公のメイスケは小学校の教師であって、二人はその生徒なの。つまり、れっきとした小学生なのよね。とてもそうは見えなかったけどな。特にミキの方はたわわが実りすぎて大豊作って感じだったぜ。落ち着きなさい。この二人は着替えのシーンや全裸になるシーンもあったりしたけど、ただでさえ女性キャラのなシーンに厳しい令和の今の時代にはさすがに放送できないわ。ましてや小学生だから、余計にね。さっきの可愛いヨナちゃんもそうだが、昔は小学生キャラだろうと関係なく、そういうシーンが普通に流れてたんだもんな。今思えばいい時代だったぜ本当に。その二人以外の女性キャラも軒並みな雰囲気を出していて、お色気シーンもあったから、それらを全て修正してまで再放送というのはちょっと難しいでしょうね。これもリメイクを期待したい作品と言えるな。
ちなみに本作は2014年に、12年後の世界を描いた続編である地獄先生ヌーベイネオが発表され、さらに2018年には地獄先生ヌーベイ S として連載されていたわ。また、2014年には関ジャニ∞の丸山隆平主演でテレビドラマにもなっていたわね。ドラマはともかく続編は知らなかったぜ。後でチェックしてみるぜ。ドラゴンクエスト大の大冒険。さて次もジャンプの黄金期を支えた名作、大の大冒険を紹介するわ。2020年にリメイクされているけど、今回紹介するのは1991年のアニメ版よ。リメイク版も良かったが、旧アニメ版も良かったよな。打ち切りで終わってしまったのが惜しいが、人気がなかったわけじゃなくて、放送枠による大人の事情のせいだから余計に惜しいわよね。しかし、結構原作を忠実に再現していたし、今再放送しても割と人気出そうな気がするが、どうして旧版が再放送できないってんだ？そうね、本作は原作連載中の放送だったこともあって、より原作に忠実に描かれていたけど、むしろそのせいで再放送は絶望的なアニメとなっているのよ。まず問題視されるのは、やっぱりお色気シーンね。そういえば原作だと、主にマームのそういうシーンがたくさんあったよな。旧アニメ版ではそのあたりも完全に再現していたから、例えばマームのパンも、シーンとか、大魔導士マトリフによるセクハラシーンなんかがバッチリ放送されてしまったのよね。当時はともかく、今じゃ確かに放送できないかもしれないな。悲しい話だが。それから、お色気シーン以外にも問題となるであろうシーンがあって、戦闘場面以外における暴力シーンのほとんどは、今の規制の中では放送できないとされているわ。例えば、敵だった頃のヒュンケルがマームの顔を殴るシーンもそうね。暴力系のシーンも扱いが難しくなったよな。その中でも特に挙げられるのは、氷炎将軍フレイザードとの戦いで、賢者マリンが顔を焼かれるというシーンね。あれは当時もなかなか衝撃的なシーンだと思ったぜ。さすがに焼かれた顔そのものはほぼ映らなかったけどな。暴力的なシーン、特に女性に対するものに関しては、最近はかなり厳しくなっているから、このあたりのシーンを放送するのはちょっと難しいと思われるわね。でもフレイザードの下りは名言もあって、かなりいい場面でもあるんだよな。ここは戦場だ。男も女も関係ねえって、あれはある意味で真の男女平等だと思ったぜ。その辺はまた議論を呼ぶから割愛するけど、実際のところリメイク版ではあのシーンの修正に、男女平等さが欠けるという批判もあったみたいね。とはいえ、原作の最後まで描き切ったリメイク版の評価はかなり高いものになっているから、今から楽しみたい人にはそちらをおすすめするわね。ほんと、旧版の作風で原作最後まで見てみたかったぜ。週刊ストーリーランド。次は1999年から2001年まで放送されたアニメバラエティ番組、週刊ストーリーランドを紹介するわ。前にも紹介したことがあったな。これも懐かしいぜ。視聴者から募集した面白い話や都市伝説などをアニメ化して放送するという番組で、いわゆるアニメ版世にも奇妙な物語という感じの作品だったわ。怖い系の話も多かったが、たまに普通に感動できるような話もあって、毎回楽しみに視聴していたもんだぜ。各話ショートアニメで作られていて見やすかったし、話の最後にはほとんどの場合、予想もしていなかった大どんでん返しが待っていたから、視聴者の人気も高かったわね。今でも放送してほしいって思うもんだが、どうして再放送できないんだっけ？一部、過激な話があったから、というのが大きな理由なのだけど、その中でも特にヤバいと言われるのが、視聴者から300件以上のクレームがあったという、危険な贈り物という回よ。思い出したぜ。確かそれ前にも紹介した件だよな。そうね、この物語は2000年の1月に放送された話だったのだけど、ある女性が好意を寄せる男性のために、セーターを編むという話ね。それだけ聞くと素敵な恋愛話に思えるけど、実際はそんな生優しいものじゃなくて、男性からの心ない一言のせいで精神的に追い詰められてしまった女性が、片腕部分だけ編まれていないセーターをプレゼントするのだけど、そのセーターが似合うようにしてあげると言って、斧を持ち出してきて、という話になっているわね。身の毛もよだつ恐ろしい話だぜ。そりゃあ怖すぎて苦情も来るってもんだ。それ以外にも、怪しげな老婆が登場する回は、大体主人公が不幸な目に遭うということで、あまりにも悲惨な結末に、そっちでも苦情が来たと言われているわ。思い返してみると、確かにちょっと怖いおばあさんが出てくる回は不穏だった気がするぜ。というわけで、本作のテレビ再放送は難しいとされてはいるのだけど、一部の動画配信サービスで見られた時期もあるから、そっちでの復活が望まれるわね。再放送は無理でも、深夜枠で新規に放送しても人気が出そうな気がするぜ。大魔法峠。次に紹介するのは2006年に配信されていたアニメ、大魔法峠よ。原作はエース桃組や月刊少年エースで短期連載されていた、大和田秀樹氏の漫画よ。
ガンダムさんなんかで有名な作者だよな。主人公であり、可愛らしい魔法少女的な外見を持つ田中邦衛が織りなす、どす黒い演出や血まみれといったギャップを楽しむギャグ作品になっていて、キャッチコピーはマジカル血煙マジックよ。よし、何一つわからない。でしょうね。私も自分で何を言ってるかわからなかったわ。もう少し詳しく紹介すると、本作は主人公のプニエが魔法の国から修行のためということで、地上のとある高校に転入してくるところから物語が始まるわ。それだけ聞いたら普通の魔法少女っぽい感じがするが。そうよね。でも実はプニエがいた魔法の国というのがめちゃくちゃヤバいところで、パッと見は少女漫画風の見た目をした可愛い街並みなのだけど、その実態は、絶対的な力によって打ち立てられた先制王権で、恐怖政治により統治された国だったの。そして魔法の国と言いつつ、邪魔者は全て肉体言語、すなわち関節技によって駆逐していて、力こそ正義を地でいく、とんでもないところなのよ。さすが大和だし、予想の遥か斜め下の展開だぜ。そんな国の王女だったプニエも例に漏れず、目的のために手段を選ばない性格の持ち主で、学校内で様々な騒動を巻き起こすというのが、本作の定番の流れとなってるわね。これ確か2006年って言ってたよな。あの窓マギよりずっと前に、こんな破天荒な魔法少女ものがあったんだな。まあ、魔法も多少使ってはいるけど、魔法少女ものと言われるとちょっと違うんでしょうけど、そんな本作は内容もさることながら、オープニング映像のせいで地上波放送できないとされてるわ。オープニング映像？一体どんなオープニングなんだ？見てもらえばすぐわかると思うけど、オープニングではこんな風に、金閣寺や法隆寺、果ては国会議事堂までもが背景で炎上している中で踊るというものなのよ。これはひどい。はい。これはひどい。いやしかし、よくこんな映像作れたよな。配信アニメだとしてもめちゃくちゃだろ。もちろん、関係各所には許可を取ったとされているわ。どうやら当初の予定では皇居も燃やすつもりだったそうだけど、許可が下りなかったそうよ。当たり前だルルを。ちなみにエンディングの方もなかなかひどいらしいから、気になったら検索してみるといいわ。逆に気になってしまうぜ。新世紀エヴァンゲリオン。次は説明不要の社会現象アニメ、新世紀エヴァンゲリオンよ。旧アニメ版の方か、懐かしいよな。今回は1997年に劇場公開された、真心を君にの件なのだけど、実は2014年に、新旧エヴァ祭りということで本作を地上波で初放送したことがあるの。17年越しの地上波放送か、エヴァだってのに随分スパンが空いていたんだな。というのも、元の真心を君には内容にかなりヤバいシーンが含まれていて、そのせいで、なかなか地上波での放送ができなかったという事情があるのよ。確かに、人がバンバン、かなりなシーンもあったし、なかなか地上波でってなると難しそうな内容だった記憶があるぜ。それを打ち破って、深夜枠ということで地上波放送がされて、ファンは歓喜したわ。ところが、実際の放送を見て、視聴者からは多数の批判の声が上がってしまったのよ。せっかく放送されたってのに、どうしてまたそんなことになったんだ？さっきも言った通り、本作は元が劇場版ということもあって、かなり内容がエグいから、様々なシーンがカット、もしくは修正されての放送となってしまったのよ。深夜枠で放送したってのに、それでもなお修正が入ってしまったのか。その修正方法というのが少し雑で、画面が突然真っ黒になったり、音声だけが流れたり、動画部分が静止画に差し替わっていたりと、かなりの部分に及んでいたらしいわ。全体的にグロ系の部分は特に徹底して修正されていたみたいね。なんというか、もう少しなんとかできなかったのかって感じだな。そういえば劇場版エヴァといえばよく話題に上がる。シンジ君のあれなシーンは大丈夫だったのか？残念ながら、あのシーンもシンジ君の手のアップはカットされていたわ。ただし、音声は普通に流されていたそうよ。音声だけ。それはそれで、逆に想像力をかき立てられるシーンになってるような。これには担当声優の尾形恵美さんも、声は出たの？と困惑していたそうね。当然だろ。それとなぜか、アスカの全裸シーンや、ミサトさんのおせっせシーンといった、その手のなシーンは特に修正されることなく放送されていたそうよ。いや修正基準どうなってるんだよ。これらの要素で批判が飛び交った本作だけど、つまりは1997年の映画で放映されたものを、2010年代に地上波で放送することの難しさを物語っているというわけよ。そして、令和の今の時代ではもはや絶望的と言ってもいいでしょうね。おとなしく、DVD なんかで見るしかないってわけだな。よすがの空。最後に紹介するのは2010年に放送されていた恋愛アドベンチャーゲーム原作のアニメ、よすがの空よ。確かそのゲームって、元はなやつじゃなかったか？お察しの通り、元は2008年発売の18禁ゲームだったわ。やっぱりか。
物語は不慮の事故により両親を亡くした兄弟の春日野遥と春日野空の二人が、とある山里にある奥小染町に移り住み、亡き祖父母の家で暮らし始めるところから始まるわ。そしてそこで様々な女性と出会い、遥は恋愛に目覚めていくというストーリーね。それだけ聞くと普通に恋愛ストーリーだが、元が元だけに、なシーンがてんこ盛りだろ？そうね、アニメも ATX の年齢制限枠での放送で、R15 プラス指定になっていたわ。倫理観のギリギリを攻める過激なシーンが話題にされることも多いけど、本作は楽曲や構成の妙が光り、とにかくアニメとしてのクオリティが高いということで、多くの著名人からも高評価を受けているのよ。なるほどな、その手のゲームってストーリーに力が入ってることも多いから、それを高いクオリティでアニメ化したのであれば、確かに評価も高くなるよな。ところが、それでも本作はとにかくギリギリのラインを攻めすぎたアニメだったから、一部では炎上騒動にまで発展したそうよ。そんなにか。ざっくり挙げるだけでも、野外でのおせっせシーンや、幼い少年を無理やり襲うシーン、挙句の果てには、兄弟でのおせっせシーンといった、過激すぎる描写があったわ。兄弟はアウトすぎる。というわけで、本放送時も ATX 以外では厳重な修正がされた上で放送されたわ。その後、ATX でのみ再放送はされたようだけど、上記のような要因があるから、その他の枠では再放送はできないでしょうね。今となっては深夜枠ですら難しい内容だろうな。ちなみに一時期は東京都青少年治安対策本部で真剣に議論されたこともあって、ギリギリなところで不健全と書類には該当しないという判断を下されたらしいわ。そういうのって、実際に視聴しながら判断を下してるって聞くが、兄弟のおせっせシーンなんかを真剣な表情で見ながら判断してると思うと、シュールだよな。機動戦士 SD ガンダムマーク4、ガンダムマシンモーレース。まず紹介するのは、1990年発売の OVA、機動戦士 SD ガンダムマーク4の中の1は、ガンダムマシンモーレースよ。SD ガンダムとはまた珍しいところから来たな。SD ガンダムは1985年から展開されていて、当時やや車用だったガンダムシリーズを、低年齢層のファンを取り込むことで支えた功労者だったわ。そうだな、今のアラフォーくらいの年齢層の人は、子供の頃によく見てたんじゃないかな。SD 戦国伝や SD ガンダム外伝などといった、スピンオフシリーズも数多く展開されていて、最近でも SD ガンダムヒーローズが放送されたりと、まだまだ人気の衰えないコンテンツと言えるわね。でもそんな SD ガンダムに封印作品があったってのか？そうなの。それがこのガンダムマシンモーレースという話なのだけど、この話は完全に欠番扱いとなっていて、DVD、BD ボックスにも収録されていないのよ。マジで見られない感じなんだな。一体どんな理由でそうなったんだ？まずこの話のあらすじをざっと説明すると、SD ガンダム作品の各登場キャラクターたちが、各々の愛車を買ってレースで競い合い、ゴールを目指しつつも、その道中の様々な障害をギャグを交えつつ乗り越えていくの。悪役としてヤザンとゲモンが登場して、他のマシンに悪質な妨害を仕掛けてくるけど、あくまでギャグ展開だから、それらがあえなく失敗する様子がとても面白かったりするのよ。なあレイム、ちょっと気になってしまったんだが。何？その話に似たアニメを知ってる気がするんだぜ。さすが、年齢不詳のあなたなら気がつくと思ったわ。ほっとけ。察しの通り、実はこの話は、1970年に放送されていたアメリカ製のアニメ、チキチキマシンモーレースを思いっきりパロったアニメだったのよ。もともと SD ガンダムシリーズには、他作品のパロディネタも多かったのだけど、本作は特にそれが顕著で、もう完全にそのまんまって感じだったの。まあ、30年以上も昔のアニメだし、そういう露骨なパロディネタも許された時代だもんな。とはいえ、さすがにこれはやりすぎと判断されてしまったそうで、さっきも言った通りの欠番扱いになってしまったわけよ。元がアメリカ製のアニメだから、余計に NG だったのかもしれないな。ちなみに SD ガンダムシリーズでは、本来コメディは苦手と語る池田修一さんによる、今では考えられないくらいの、ギャグ調の演技が見られるのが特徴よ。クールでかっこいい声によるギャグ。これは気になるところだぜ。カウボーイビバップ、テレ東版13話、寄せ集めブルース。お次もサンライズ製のアニメを紹介するわ。1998年に放送されたアニメ、カウボーイビバップから、テレ東版の第13話よ。ビバップか。スパロボにも出てたし、私もかなり好きな作品だぜ。本作は、2071年の近未来の太陽系を舞台に、主人公であるスパイクら賞金稼ぎによる、シリアスとギャグの入り混じった、痛快なスペースウェスタン作品となってるの。話によってハードだったりコメディだったり、時にはサスペンスやホラーだったりと、振り幅がものすごい作品だったよな。
監督曰く、毎回20分の映画を作ってるつもりでいたらしいわ。モチーフになってるのは、松田優作主演のテレビドラマ、探偵物語だそうよ。松田優作とはまた渋い。さて、そんな本作だけど、実は地上波での放送枠がなかなか決まらなかった過去があるの。あれ、そうなのか？制作から実際にオンエアに至るまで、なんと2年近くも経ってしまったそうよ。そしてようやく決まった枠も、テレビ東京で放送予定だったある作品が間に合わなくて、その穴を埋めるために放送されたという、かなりイレギュラーなものになっていたの。というわけで、全26話ある中から12話分をピックアップして放送して、13話目に総集編を放送するという、かなり変わった構成になっていたのよ。26話中12話だけを放送したのか。それじゃあかなり中途半端な作りになってしまったんじゃないか？もともとほぼ1話完結のシナリオだったから、物語の構成には問題なかったみたいね。ただ念のためとして、1回目の放送では、冒頭に世界観の説明テロップが挿入されたそうよ。その地上波放送版では、暴力表現やエッな場面、そして光の明滅といった箇所が修正されていて、多くのシーンがカットされてしまったりしたみたいなの。これは当時、未成年による凶悪犯罪が起きたり、有名なポケモンショック事件があったため、アニメの表現に対しての、規制が強まってしまったからとされているわ。そういえば、90年代後半頃から、そういう規制の声が大きくなった気がするぜ。というわけで、13話目の総集編である寄せ集めブルースでは、これらの規制による修正、カットに対しての抗議をメインキャラクターたちの独白として、痛烈に皮肉った内容になっていたみたいなの。そのせいで、物語の中身にはほとんど言及していなくて、総集編とはって感じだったわ。その辺の自由な雰囲気もまたビバップらしさだぜ。そして最後には、これが終わりじゃない。いつか本当のビバップを目にするだろう、というメッセージで締めくくられているのよ。と、こんな挑発的な内容とメッセージだったものだから、その後の再放送では除外されて、DVD などの映像ソフトにも収録されていないのよ。残念ながら当然って感じかもな。その後、本作は無事にワウワウで全26話が放送されたのよ。菅野陽子さんによる楽曲は、国内外で高い評価を得て、アニメの人気にも影響したのよ。ジャズ調の BGM がどれもこれもかっこいいもんな。思い出したらまた見たくなってきたぜ。ジョジョの奇妙な冒険、OVA 版。お次に紹介するのは、ジャンプの大人気漫画、ジョジョの奇妙な冒険の OVA 版よ。ジョジョほどの作品でも、封印扱いになってるものがあるのかよ。実はそうなのよ。本作は、1993年から1年間発売されたパート1と、2000年から2年間発売されたパート2の、2種類が制作されていたわ。題材になっているのは原作の第3部である、スターダスト・クルセイダーズで、パート1では後半のエジプト編、パート2では物語の前半部分をアニメ化しているの。前半と後半が逆転してるんだな。これはジョジョという長い作品を扱う中で、OVA の長さでは全てを描くことはできないから、各キャラが偏りなく登場する、3部後半ノンブール編からアニメ化しようという、原作の荒木博彦先生の提案を受けて、パート1が作られたからなの。パート2はほぼ同じスタッフが集結して、パート1の補完として作られたってことみたいね。なるほど、納得したぜ。そんな経緯があったものだから、ストーリーの大幅な簡略化や改変がされていて、原作とは大きく雰囲気が異なる作品に仕上がっているわ。後に放送されたテレビアニメ版が、原作にほぼ忠実な作りになっているのに対して、OVA 版は演出を重視した構成になっている、という感じね。声優も当然テレビアニメ版とは異なっていて、ファンによっては OVA 版の方がいい、なんて声が上がることもあるくらい、豪華な声優陣になっていたのよ。それはちょっと見てみたくなったが、封印されちまってるんだよな。どうしてそんなことになったんだ？本作は、2007年にパート1と2をすべて収録した DVD ボックスが発売されたのだけど、パート1の第6話において、ある表現が不適切だという指摘があったため、出荷停止処置となってしまったのよ。ある表現？同話では、ラスボスであるディオが本を読みながら部下たちに指示を出すシーンがあったの。その読んでいた本は、原作では特に何も書かれていない本だったのだけど、OVA のスタッフがアレンジして、その本をなんとコーランにされてしまったの。コーランってイスラム教の聖典だよな。そう、そのコーランを読みながら、部下たちに犯罪の示唆をしているという形になってしまい、大きなバッシングを受けてしまったのよ。宗教絡みは色々と複雑だからな。これはアラビア語の資料がなかったため、適当にそれらしい文章を書き写したら、たまたまそれがコーランの一節だった、というのが原因らしいわ。なるほどな。しかしそれでこの OVA が見られないのはちょっと残念だぜ。あ、でもその辺は心配ないわ。
出荷停止にはなってしまった本作だけど、すでにかなりの数が流通してしまっているから、適当なレンタルビデオ店なんかに行けば、高確率で置いてあったりするの。だから、決して見られないってことはないらしいわ。封印アニメとは何だったのか？恐怖の京ちゃん。続いて紹介するのは、フジテレビのバラエティ番組、ダウンタウンのごっつええ感じ内で、1994年から数ヶ月間放送されていたアニメ、恐怖の京ちゃんよ。ごっつええ感じか、これまた懐かしいぜ。本作は松本人志さんの原作によるアニメとなっていて、普通のアニメではできないことをやろうというコンセプトのもと作られていたわ。松本人志原作でそのコンセプトの時点で、ヤバそうな雰囲気がプンプンするぜ。そうね、マリサの想像通りだと思うけど、一見すると画風は児童アニメ的でコミカルだけど、スプラッタ的なグロ描写があったり、露骨な下ネタ表現があったり、挙句の果てには他局番組や実在の有名人をモデルにしたキャラを、痛烈に批判するような内容になっていたわ。ブラックすぎるにも程がある。そもそもタイトルの恐怖の京ちゃんというのも、お化けの九太郎のパロディだしね。さてそんな内容だったわけだから、当然というか、本作はわずか7話で打ち切りとなったわ。この7話での打ち切りというのは、東京キー局のアニメとしてはなんと日本一の短さになってるの。なんという不明よな。そして当たり前かもしれないけど、ごっつええ感じの映像ソフトの中には、本作は一切収録されていないわ。番組内だけのアニメとして見ても、なかなかの問題作だっただろうし、それを世に広めるのはさすがに抵抗があったんだろうな。余談だけど、本作には様々なキャラが登場していて、その中には松本人志というキャラもいて、なんとその声優を務めたのは、小安武人さんだったのよ。寺子安。他にも、松井直子さん、堀内健優さん、山崎匠さん、そしてまだ長島雄一名義だった、張さんも参加していたのよ。90年代アニメあるあるだが、現在のレジェンド声優がゴロゴロ出ていたんだな。さらに余談だけど、主題歌を歌っていたのは篠原涼子さんよ。愛しさと切なさと糸井重里。やかましい。銀河戦国群雄伝来。続いては、1993年から2001年まで連載されていた漫画作品、銀河戦国群雄伝来を紹介するわ。アニメは1994年から1年間放送されていたわね。90年代って感じの絵柄だぜ。どういう話なんだ？本作は、日本の戦国時代や中国史の三国志屋敷、他には宇宙戦艦ヤマトや銀河英雄伝説といった、SF アニメの要素も取り入れた物語になってるの。銀河帝国の皇帝が崩御し、数多くの軍閥が群雄割拠する時代、龍河来という一兵卒が、ひょんなことから師団長に抜擢されて、歴史の表舞台に躍り出していくという展開ね。あらすじ的には戦国時代っぽさがあるが、それを宇宙を舞台にやってるって感じなのか。そういうことよ。SF 的な緻密さではなく、時代物っぽい演出を重視した作風になってるのも特徴ね。だから宇宙で艦隊戦をするのに、砲撃戦ではなく敵艦に乗り込んでの白兵戦をしたりするの。確かに厳密に考えるとおかしな描写かもしれないが、絵面としては面白いもんな。内容も特に問題なさそうな雰囲気なんだが、なぜこれが封印作品とされたんだ？それはね、言ってしまえば実に簡単かつ闇の深い理由なのだけど、ごくり。ズバリ、大人の事情よ。シンプルかつひどい。視聴者からの評価は特に問題はなかったし、作品としての人気も悪くなかったわ。問題なのは、このアニメが当時騒がれていた、角川兄弟によるお家騒動中に制作された点よ。角川兄弟のお家騒動？話すと長くなるから簡潔に説明すると、当時の角川書店の社長、角川春樹氏と、その弟で副社長の角川嗣彦氏の間で対立があって、結果として嗣彦氏が辞任して、株式会社メディアワークスを設立。その際に多くの従業員が嗣彦氏についていって、実質的に角川書店が分裂したという話よ。その手の騒動は大小問わず、多くの会社や団体で起こることだよな。その真っ最中に制作されたのが本作で、そのことで原作者である真鍋ジョージ氏が、角川のバカ兄弟のせいで作品が見売りされた、と言って激怒してしまったの。アニメ自体もクソのようなアニメとか、関係者全員、系などと言って酷評していて、その影響かは明確にはなっていないけど、本作は現在も再放送や映像ソフト化はされていないの。お家騒動のごたごたの中で、原作者側にも色々としわ寄せが来たんだろうな。それにしてもキレっぷりが半端ないぜ。重ねて言うけど、アニメ自体の出来は決して悪いものではなかったから、映像ソフト化を望む声はかなりあるみたいね。一応、海外では DVD 化されているらしいから、どうしても見たいと思ったら、海外から取り寄せるというのも手段かもね。アニメ自体に罪はないのに、もったいない話だぜ。番外1、コレクターゆい。
ここからは封印作品とまではいかないけど、視聴がやや困難な作品を2つ紹介するわ。まずは1999年から2000年にかけて、2期に分けて放送されたオリジナルアニメ、コレクターユイという作品よ。可愛い系のアニメだな。タイトルのコレクターは、収集家を意味するコレクターではなくて、訂正者という意味のコレクターよ。本作はなんと、NHK 教育テレビにて放送されていたアニメなの。NHK って時々がっつりとこういうアニメを放送するよな。物語は 2000X 年の近未来を舞台に、コムネットと呼ばれる仮想空間内で起こるトラブルを、主人公である中学生の春日結衣が、変身して解決していくというものになってるわ。その変身した姿が、コレクター結衣、というわけ。コンピューター的な魔法少女ってわけだな。ちなみにモチーフとして、南総里見八犬伝を下地にしているらしいわ。全然魔法少女っぽくない。本作は同時期に放送されていた、カードキャプター桜の影に隠れて、知名度としてはいまいちだったの。でも主人公のユイがたわわの実った中学生ということと、変身シーンが実にな雰囲気で、いわゆる大きいお友達からの人気はかなり高かったと言われているわ。特に変身シーンは、本当に NHK の作品なのかと疑うレベルになっていて、恍惚的な表情を浮かべたり、体のラインが強調されるような演出だったり、さらにはたわわが揺れるというおまけ付きで、もうやりたい放題だったわ。あれ、おかしいな。教育テレビだよな。それらが問題になったのかは不明だけど、本作は NHK 初のアニメということもあって、版権が少し複雑化してしまったの。そのせいで、VHS は2期の途中までで発売が中止されて廃盤になってしまったわ。そのため、長らく視聴することが困難な作品となっていたのよ。版権の都合なのか、はたまた内容の過激さのせいなのか。どっちなんだろうな。ところが、2017年に前編を収録した DVD ボックスが発売されて、晴れて視聴問題がクリアされたみたい。それもあって、20年経った今になって知名度が上がった作品となったのよ。ファンとしては嬉しい話だろうぜ。番外に、子供の時間。さて次は、2007年に放送されていたアニメ、子供の時間を紹介するわ。これは知ってるぜ。全然子供の時間じゃないやつだ。新人教師である主人公の青木大輔が、二ツ橋小学校に赴任してくるところから始まり、そこで生徒である九重凛、鏡黒、宇佐美ミラと出会い、様々な問題に直面しつつ成長していく、という物語になっているわね。それだけ聞くとすごく健全な話に聞こえるぜ。そうね、実際の中身はもうかなりヤバいものになってるわ。そもそもメインヒロインである凛が大輔に対し、ことあるごとにアプローチするという、その時点でかなり攻めた内容だとわかるわ。原作は一般紙の限界に挑戦と言いつつ、あくまでな漫画ではないなどと、原作者は語ってるくらいだからね。正直ここで紹介するのもヤバいくらいの内容かもしれないぜ。テレビアニメ版は当然、多くの部分に規制が入っていて、場面によっては、会話の内容が全くわからないなんてシーンもあったくらいだそうよ。どれだけヤバい会話をしているのか、お察しって感じだぜ。そんなわけだから、本作は一部の地域で放送中止となってもいるわ。また、本作は OVA も何本か出しているのだけど、規制の緩い OVA だから、もう地上波では絶対に放送できないネタを詰め込んでるとのことよ。テレビアニメ版ですらあれだったのに、OVA 版はどれだけアウトだったんだろうな。そんな OVA 版とテレビアニメ版を収録した BD ボックスが完全予約受注生産品として、2011年5月に発売予定となっていたの。ところが、同年3月の東日本大震災の影響で、発売は無期限の延期。なんとそれから10年以上経った今でも、発売は実現されていないという事態になってるのよ。未だに発売されてない？公式からの発表はないけど、実質的に絶版扱いになってるみたい。おそらく今後の発売は絶望的でしょうね。ファンとしては残念なところだったろうな。DVD の方は無事に出てるから、視聴できないってことはないのだけどね。BD 版が絶版ということで、番外作品として紹介させてもらったわ。話を聞いたら久しぶりに見たくなってきたぜ。まったく、小学生は最高だぜ。それは違う作品のセリフ。ハイスクール DD。今回のトップバッターは、ライトノベル原作のアニメ、ハイスクール DD よ。夢も恋も戦いも青春だをコンセプトにした、学園ラブコメバトルファンタジー作品ね。色々と属性がてんこ盛りだぜ。2012年から2018年まで、実に4期にかけて放送されていて、それだけ高い人気を集めていたことが伺えるわよね。でも今じゃ放送できなさそうな内容だったんだろう？そうなのよ。あらすじとして、主人公の兵道一世という高校生は、たわわが好きすぎるということで、女生徒たちから変態扱いされる、寂しい毎日を送っていたわ。おい、いきなりのぼっちかよ。
そんな彼の前に、天野ゆうまという美少女が現れ、一星はなんと彼女に告白されるの。おお、まさかの逆転ホームラン。ところが、ゆうまの正体は打天使レイナーレであり、一星はいきなり、害されてしまうの。逆転のさらに逆転。それは一星の中に眠る、セイクリッドギアという力を危険視した、とある組織の仕業だったわ。そして完全に、の直前、学園一の美少女にして上級悪魔である、リアス・グレモリーによって命を救われた一星は、悪魔として蘇生、悪魔や打天使たちによる大きな戦いに巻き込まれていく、という物語になってるわ。確かに学園バトルファンタジー感があるぜ。さっき言ってたセイクリッドギアを使った戦闘も、かなり派手なものになってるわ。なかなか興味深い内容じゃないか。だってのに、今は放送できないってのはどういうわけなんだ？理由は実にシンプルよ。ラブコメ部分がすぎるのよ。そんなことだろうと思ったぜ。まず、一星の使う力というのが、その有り余るおせっせ欲から来ていて、女性の衣服を粉砕する、ドレスブレイクという技を筆頭に、数々の変態的な能力があるのよ。女性とたちから変態扱いされた理由がよくわかるぜ。アニメの制作陣も、本作が何をテーマとしているかしっかり理解しているから、たわわの描写をはじめとした、なシーンの作画の気合は半端ないことになってるわ。なるほど、主人公だけでなく、アニメスタッフも変態だったわけか。一星が、自らをおっぱいドラゴンと名乗ったり、彼のテーマソングとして、おっぱいドラゴンの歌なんてのもあるわ。おかしいな、最初のかっこいいバトルファンタジー作品って印象はどこへ？もちろん、バトルものとしてもしっかり作り込まれてはいるのよ。一星が使うセイクリッドギアが覚醒して、全身を覆う鎧のようになるところなんて、まるで変身ヒーローのようなかっこよさに溢れたものになってるんだから、数々の戦いを通して成長していく姿も、まさにバトルものの主人公って感じよ。アニメとしてのクオリティは非常に高く、4期も放送された理由がよくわかるわ。なるほど、そう聞くと、スケベながらも締めるところは締める熱血主人公って感じで、めちゃくちゃかっこいいな一星。まあ、彼の目的はハーレムを作ることなんだけどね。台無しだ。お坊ちゃまくん。続いては、1989年1月、つまり平成に入った直後に放送されていた漫画原作のアニメ、お坊ちゃまくんを紹介するわ。ギリギリの平成作品だな。お坊財閥の第999代目の跡取り息子である、お坊ちゃまを主人公とした、ドタバタ系のギャグ作品となっているわ。原作は月刊コロコロコミックで連載されて、なんと週刊少年サンデーにも数回登場。さらにチャオや、小学3年生にも掲載されたことがある人気作だったの。それだけ多くの雑誌に載るくらいだから、人気なのは間違いなかったんだろうな。ただし、本作は子供たちからの人気こそ高かったものの、アニメの方は、日本 PTA 全国協議会による、子供に見せたくない番組では、常に上位に君臨する問題作でもあったのよ。それはまたある意味ですごい話だな。というのも、本作にはちゃまが使う数々のちゃまごと呼ばれるものがあって、その大半が、とてつもない下ネタになっていたのよ。ああ、子供って下ネタ大好きだもんな。いや訂正、おっさんやオタクも下ネタは大好物だったな。ちょっとだけ紹介させてもらうと、おはヨーグルトや、そんなバナナなど、比較的普通のものはあるにはあったわ。そんなバナナは今でも聞くことがあるな。ひどいものになると、友達、子や、ありがたま、などという、ド直球な下ネタワードが入っていたりしたわ。間違いなく小学生が好きそうなワードだぜ。連載中はまだそこまで話題にならなかったけど、いざアニメ化されて全国に広まると、一気に一部の親や PTA などからクレームが殺到したそうよ。残念ながら当然って感じだな。あまりにもこのちゃまごが流行ったものだから、これを知ってるかどうかで、世代がバレると言っても過言ではないわね。私は知らないぞ。何も聞いてないわよ。そんな本作、過去に再放送もされていたのだけど、その時には放送禁止の回もあって、平成当時でも、かなり物議を醸した問題作として話題になったのよ。確かに、今じゃとてもじゃないが再放送はできないだろうな。ちなみにちゃまごは、こち亀や浦安鉄筋家族、さらにスーパーマリオくんでも使われて、作品の垣根を越えて愛されるネタとしても、広く浸透していたのが伺えるわ。エッセイストの江国茂氏が、このちゃまごを日本語として徹底的に批判して、作者の小林義則先生と対決をした、なんて逸話もあるわ。平成初期ということで、まだ昭和感が残っていたからこその作品だったのかもな。クレヨンしんちゃん。お次は放送30周年を超えて、現在も放送中の国民的アニメ、クレヨンしんちゃんよ。おいおい、今も放送中なのに再放送できないって、どういうことだよ？
まあまあ、早合点しないでマリサ。クレヨンしんちゃんといえば、埼玉県の春日部市に住む野原一家を中心とした、ドタバタコメディ作品として知られているわ。主人公の野原しんのすけの強烈なキャラクターもさることながら、他の登場人物たちにおいても、一癖も二癖もある人々ばかりで、毎回様々なキャラクターによるギャグが楽しめるのが特徴ね。普通の感性を持ってる人の方が珍しいと言ってもいいくらい、変なやつしかいないよな。もともとは漫画アクションで連載されていたマイナーな青年漫画で、当初は打ち切りの危機にもなっていたくらいだったの。ところがどういうわけかアニメ化されて、その結果子供たちからの支持を集めて、今では大人気作となった、という異色の経歴を持っているのよ。元は青年向け漫画だったのか。そう、そしてそのせいで、アニメ化された当初の内容というのは、きつい下ネタや、大人向けのブラックユーモアを交えたものが多かったの。よくそんな内容でアニメ化したもんだ。そのせいで、さっきのお坊ちゃまくんと同様、子供に見せたくない子供番組では、常に上位に入り、2002年には、なんと1位になってしまったくらいよ。特に問題視されていたのは、しんのすけの寄稿の数々で、代表的なものでも、増産や、ケツだけ成人なんてものがあったわね。そういえば、そのあたり最近見てないな。これらは子供たちが真似をするということで、多数のクレームが寄せられた結果、2008年頃を境に、徐々にテレビから消えていった行動なのよ。また、しんのすけだけでなく、ミサイの行動にも問題とされたものがあって、かつては彼女のお箱とも言われた、げんこつやグリグリも、虐待につながるということで、今ではほぼ見られなくなってしまったのよ。確かに、最近のミサイは昔に比べて優しくなった気がするな。そういう多くの行為を封印した結果、クレヨンしんちゃんは今のような、ファミリー向けのアニメにシフトしていって、掲載雑誌も漫画タウンに移ったの。今ではすっかり、幼年漫画という扱いになっていることも多くなったわね。今でも色褪せない人気は、アニメ版スタッフの涙ぐましい努力によるものだったんだな。とはいえ、昔のクレシンの方がある意味で好きだったから、少し残念でもあるな。そうね、そういう声も決して少なくはないわ。それは、長く続いている作品だからこその悩みと言えるかもしれないわね。ドッキリドクター。続いては、80年代初頭に連載されていた漫画作品が原作のアニメ、その名もドッキリドクターを紹介するわ。週刊少年サンデーに連載されていて、終了から16年後の1998年にアニメ化されたの。随分スパンを置いてアニメ化されたんだな。原作では、とある中学校の隣にある、白バラクリニックの院長である、錦小路遥という青年を主人公として、彼が様々な薬や器具を発明しては、中学生たちを実験台にして騒動を起こす、という物語だったわ。なんというか、その時点で色々と問題があるような気がするんだぜ。というか、主人公の顔と名前が全然マッチしてないんだが。そうね、まるでフランケンシュタインの怪物みたいな見た目ね。そしてこの設定は、アニメ版では大幅に変更されていて、まず白バラクリニックの場所が、七星小学校という私立小学校の屋上になったわ。小学校の屋上？そして遥の性格がやや変態的になって、覗きといった行為もするようになったの。そのせいで、ヒロインの小泉みゆきたちから制裁を受ける、という展開が増えたわ。小学生たちによるサービスショットもたびたび放送されていて、今では間違いなく問題になるレベルの作品と言えるわね。90年代とはいえ、それでもかなり攻めた内容だと思うぜ。しかも、放送時間は子供たちがバッチリ視聴するであろう、夜19時台のゴールデンタイムよ。マジでよく放送できたな。さらに本作の第3話及び第6話では、みゆきのサービスショットも満載で、今では絶対放送できない、たわわのポロリなんかもバッチリ映されていたわ。子供たちの性癖が破壊されてしまう。正直、元の中学生設定でもかなりアウトだと思うけど、なぜ小学生という設定にしたのか、本作のアニメ化における最大の謎ね。それこそクレームとか来なかったのか、気になるところだな。ちなみに余談だけど、同じ作者による別作品に、さすがの猿飛びというものがあって、こちらは連載中の1980年代にアニメ化されていたの。でもエピソード数が少なかったことで、一部の設定や物語を、本作、ドッキリドクターから借用していたわ。担当声優は違うけど、遥が登場したりもしていたのよ。同じ作者による作品だからこそのクロスオーバーってわけだな。レッツヌプヌプ。さて次は、週刊少年マガジンで連載されていた漫画原作のアニメ、その名もレッツヌプヌプ、を紹介するわ。タイトルからしてすでにアウトな匂いがプンプンしてるんだが、構成はショートギャグ作品となっていて、数本のシリーズネタを放送するという、いわゆるオムニバス形式の作品だったわ。原作では、特に主人公というポジションのキャラはいなかったのだけど、1998年に TBS のテレビ番組、ワンダフルの枠内でアニメ化されて、
その際にメインキャラとして抜擢されたのが、とある小学校の養護教諭、設楽ゆりえ先生と、小学6年生の生徒、高木文夫。そして元は寿司屋で働いていた、猫の寿司猫だったわ。なんだよ寿司猫って？他にも細かいショートストーリーがいくつかあったけど、おおむね、この二人と一匹による話が多かったわね。オムニバスのショートラグって感じなら、一種のコントみたいなもんだよな。放送できない要素ってのは何だったんだ？それはもう、タイトルで察してたでしょう？本作のネタは、その多くがな内容で占められていたのよ。まず各話のサブタイトルからして、人工呼吸でレロレロとか、目隠ししてスコスコ、さらにはあんなとこもみもみ、なんてのもあって、それだけでダメそうな雰囲気が漂っているわ。肝心の内容はどうなってるんだ？気になって夜しか眠れん。落ち着け。内容は、設楽先生が文夫くんを誘惑するような回が多かったのよ。いわゆるおねしょたを意識したネタだったのでしょうね。それはまたけしからん内容だぜ。とりあえずよだれを拭きなさい。そして普通に設楽先生が脱ぐシーンが大量に挿入されていて、その豊かなたわわがもろ見えになっていたのよ。まさか全部ポロリしていたのか？そうね、今なら絶対に放送できない、100% ポロリをしていたわ。回によっては下まで脱ぐシーンもあって、さすがにそこはモザイク処理されてたけど、舌打ちすな。そもそも本作は、深夜番組だったワンダフルの枠内での放送で、人気はあれども、ゴールデンタイムでは放送が難しい作品を中心に扱っていた枠だったのよ。今じゃ深夜アニメでも 100% ポロリはほぼないから、悲しいもんだぜ。ちなみに、本作は VHS や LD が発売されていたけど、いずれも廃盤となっていて、その後は DVD、BD 版のリリースはされていないから、現在は視聴困難となっているわ。リアタイで見てたり、ビデオを持っていた人が羨ましいぜ。ゴーストスイーパー三上。続いては、週刊少年サンデーで連載されていた漫画原作のアニメ、ゴーストスイーパー三上を紹介するわ。また懐かしい作品だぜ。さすが昭和生まれのマリサ、知っていたわね。昭和生まれちゃうわ。本作は、悪霊や妖怪退治を生業とするゴーストスイーパーの美女、三上玲子が主人公で、その助手である横島忠夫、そして幽霊のお絹の3人を中心としたオカルトコメディ作品よ。三上のボディコン姿がまさに平成初期って感じだったぜ。悪霊や妖怪との戦闘シーンはかなり派手しいものになっていて、そういう点でも楽しめるアニメだったわ。でも、スタイル抜群で美人の彼女に、横島がたびたびいたずらをするシーンがあったりして、なかなか際どい描写も多々見られたわね。そもそも横島は、相手が女性っぽければ人外にも平気で浴場する生粋のドスケベだからな。こんなやつだから、時給250円で働かされるのよね。そんな感じで数々のサービスシーンも多い作品だったわけだけど、なんと、当時はこれを日朝で放送していたというのだから驚きよね。いやー、いい時代だったぜ。ホラー要素のせいで、夏休みに再放送をしていたところも多かったらしいけど、今では少し放送しにくい、なシーンも結構あったわね。悪霊退治がテーマで、ホラー感もありつつギャグも多いって感じだから、雰囲気的にはヌーベイにも近いよな。そうね、そのヌーベイもかなり際どいシーンがあったわよね。やっぱりな要素とホラー要素は組み合わせやすいのかもしれないな。ところで、三上の担当声優は鶴ひろみさん。そして横島は堀川亮さんとなってるけど、この組み合わせはなかなかニヤリとさせられるわよね。確かに、ドラゴンボールのブルマとベジータじゃないか。本作の放送時期が1993年で、ドラゴンボールは人造人間編の終盤だった頃だから、ベジータとブルマはすでに結ばれていた時期になるわね。スタッフが狙ってキャスティングしたのかと思うと、ちょっと面白いぜ。海が聞こえる。今回最後に紹介するのは、日本テレビ開局40周年記念番組として放送されたアニメ、海が聞こえるという作品よ。同名の小説が原作となっていて、制作はなんとあのスタジオジブリなのよ。ジブリがテレビアニメを手掛けるのは珍しい話じゃないか？そうなのよ。本作がジブリ初のテレビ向け作品だったからね。あらすじとしては、高知の進学校から東京の大学へ進学した主人公の森崎拓が、同窓会に出席するために飛行機で帰省中、高校の同級生だった、ヒロインの武藤理香子のことを思い出し、彼女と出会った2年前の夏の日を回想する、という、青春物語になってるわ。ほろ苦い雰囲気の話になってそうだな。ジブリ内で、若手のスタッフに何か一本作らせてみようという提案から企画されたアニメで、宮崎駿氏や、高畑勲氏といった方々が全く関わっていない異色作でもあるわ。それはまたフレッシュさを感じるな。高校生の精神的な脆さをリアルに描いたとして、映画評論家の宮台真司氏からは、現実的な中高生の描写ができている、と絶賛されたりもするわ。良くも悪くも、リアルな若者の心情を描いたアニメとなってるんだな。
しかし、特に問題がある作品とも思えないが、どうして今は放送できないんだ？それはまず、大きな理由が2つ考えられるわ。第一に、本作には未成年者による喫煙と飲酒のシーンが含まれているの。昔は普通に放送されていたが、最近はそういうのに厳しいからな。本作の放送は1993年のことで、当時は何も問題なく視聴できたわ。でも、昨今の規制が厳しいアニメ業界では、残念ながらアウトな描写になってるのよね。2011年に一度だけ再放送したことがあるのだけど、その時は冒頭にテロップで、喫煙、飲酒シーンがあることを注意喚起していたわ。ほんと、世知辛い世の中になったもんだぜ。もう一つの理由として、本作の尺の短さがあるわ。尺の短さ？普通、映画作品なら2時間前後、短くても90分ほどの尺になると思うけど、テレビアニメ、しかも特番として作られた本作は、72分という微妙な長さだったの。絶妙に中途半端な尺だな。そのせいで、再放送しようと思っても、ちょうどいい放送枠を確保しづらくて、なかなか放送できないとされているのよ。こればっかりは今更どうしようもないな。以前に再放送された際も、ゲド戦記との二部構成という力技を使ったらしいわ。いつもその力技を使うわけにもいかないしな。さらに、これはあくまで噂なのだけど、宮崎駿氏が、本作を認めていないということも、放送できない理由じゃないかと言われてるの。どういうことだよ？本作の放送後、宮崎氏が耳をすませばの制作に乗り出していて、本作に触発されてのことだったんじゃないかと言われているのよね。また、さっき本作が、映画評論家の宮台氏から評価されていると言ったけど、その際に、耳をすませばより現実的だという発言をした結果、宮崎氏と論争になったのよ。他作品を引き合いに出して批評するのはあまり褒められた行為ではないが、それで論争に発展したってことは、宮崎氏が本作に対抗意識を持っていたってことかもな。まあ、あくまで噂ではあるけどね。とにかく、一作品としては評価も高いものになっているから、興味があれば、ぜひ DVD なんかを探してみてほしいわね。私も興味が湧いたぜ。銀河戦国群雄伝来。まず紹介するのは、以前も紹介したアニメ銀河戦国群雄伝来よ。原作は1989年から2001年まで連載されていて、アニメは1994年に放送されていたわ。確かに前にも聞いたタイトルだな。でもどんな話だったっけか？本作は三国志や日本の戦国時代のような合戦劇と SF アニメを融合させた作品なの。新生銀河帝国の皇帝が崩御したことで、群雄割拠の時代となってしまった宇宙を舞台に、銀河統一を目指す五条国の一兵卒であった主人公の遊我来が師団長に抜擢され、歴史の表舞台に立っていくという物語よ。そうだったな。まるで宇宙戦艦ヤマトや銀河英雄伝説のような世界観で合戦をやるんだよな。宇宙戦艦同士の艦隊戦をやりながらも、そのまま白兵戦に移行して戦うという、ちぐはぐなミスマッチ感が面白いわよね。確か、とんでもない理由で原作者からめちゃくちゃ嫌われてるんじゃなかったか？そうなのよ。本作は原作者である真鍋ジョージ先生から、とてつもないほどに酷評を受けた上、アニメ関係者に、刑宣告するほど、大きな怒りを買ってしまった作品なの。その理由としては、そもそもアニメ版のストーリーは原作とは大きく異なっていて、放送当時は原作が未完だったこともあって、ほとんど別作品と言ってもいいくらい、アニメスタッフの手により改編され、結末も完全に異なってしまったの。まあ、原作が完結していないうちにアニメ化するとよくある話だよな。さらにその根底に、当時の角川書店とメディアワークス間で勃発した、角川お家騒動の影響をもろに受けてしまったことで、作品を見売りされたというのがあったわ。そういえばそうだったな。角川春樹社長と、弟の角川嗣彦副社長の間で路線対立があって、結果、嗣彦氏が辞任してメディアワークスを立ち上げたって話だったな。そのごたごたの真っ只中で作られたのが本作だったというわけよ。この件が影響してか、本作は VHS 版こそ発売されはしたものの、DVD 版やブルーレイ版は現在でも発表されていなくて、視聴は困難となってるのよ。確かに、そんなことになってたらおいそれと再放送はできないだろうな。単体のアニメとしての評価は決して悪くなくて、特に楽曲に関してはむしろ好評だったことから、埋もれさせるには少し惜しい作品と言えるでしょうね。いっそリメイクしてくれれば、って感じだぜ。稲中卓球部。お次に紹介するのは、1995年に放送されていたアニメ稲中卓球部よ。週刊ヤングマガジンにて、1993年から1996年まで連載されていたギャグ漫画が原作よ。通称稲中だな。懐かしい作品だぜ。
さすがあんたは知ってたみたいね。本作は稲穂中学校の卓球部メンバーを中心に描かれる少年少女の青春を描いた作品よ。原作者である古谷実先生が中学時代に卓球部だったこともあって、作品にはその経験が活かされているらしいわ。それだけ聞くと青春スポーツ漫画みたいな紹介になってしまうな。実際のところは全然そんなことないだろう？そうね、実際の内容というのは、主に卓球部員である前野や伊沢といったキャラクターが、どぎつい下ネタも含めた強烈なギャグ展開の連発を繰り出すカオスな作品だったわ。正直、ここで具体的な内容を話すと一発でアウトになってしまうネタもあったわ。初期こそ、特に前野がメインで物語を牽引していった感があるが、中盤以降は他のキャラもその個性と特殊な性癖を発揮していくようになるんだよな。とはいえ、単純に下ネタが多いだけならまだ良かったのでしょうが、本作は90年代当時でもデリケートな問題であったネタがあるのよね。ああ、あったな。ぶっちゃけてしまうと、容姿いじりと大衆いじりね。いわゆるブスやブ男といった、容姿に恵まれない人に対して、前野たちが容赦のない罵声を浴びせたり、笑い物にしたりする場面が数多くあったわ。さらに、卓球部員の一人である田辺が強烈な脇がであることもネタにして、徹底的にいじり倒すのよ。田辺に関してはガス警報器が反応するレベルの大衆だったし、ある意味仕方ないがな。それ以外にも、他人を様々な理由でいじったりするいじりギャグが多数あるため、今ではとてもじゃないけど放送できない作品であることは間違いないわね。男子中学生特有のアホなノリをとことん突き詰めたものとすれば面白いが、確かに、何かと規制の厳しい現代社会では難しい作品かもしれないぜ。最低、ゲスといった要素をこれでもかとラブとして詰め込んだ作品として、一定の年齢層のファンには絶大な支持を得ているというのもすごいことだけどね。良くも悪くも、あのノリが許されていた時代だったんだよな。オルチュバンエビチュ。続いては1990年から掲載誌を移籍しつつ2007年まで連載されていた漫画原作のアニメ、オルチュバンエビチュを紹介するわ。おパンチウサギ？なんとなく語呂が近いけど違う。本作は1999年に、なんとガイナックス制作によりアニメ化されたわ。ガイナックスといえば新世紀エヴァンゲリオンなんか有名な会社じゃないか。当然、作風は全く異なるけどね。本作の主人公はエビチという名前のメスのハムスターよ。独身の OL であるご主人ちゃまによって、1050円で購入され一緒に暮らすことになるの。ああ、消費税が 5% だった頃の話か。なんか懐かしいぜ。そしてご主人ちゃまには恋人のカイショナチと呼ばれるサラリーマンがいて、主にこの3社による作品となっているわ。ハムスターを中心とした可愛いイメージだが、何か問題の作品だったのか？そう、見た目は90年代当時流行だったハムスターを題材としたゆるキャラ的な絵で、可愛い日常的な話にしか見えなかったでしょうね。でもその実態は、露骨な下ネタを連発する下品な内容だったのよ。この見た目で下ネタなんて、嘘だどんどこどん。そもそも元が成人向けの雑誌で連載されていたわけだからね。ちなみにご主人ちゃまとカイショナチによるおせっせシーンなんかもあったわ。この絵柄でそういうシーンがあっても、全然はかどらなそうなんだが。やかましい。他にもエビチュがご主人ちゃまの大事なバッグを壊したりして罰を受ける際には、いわゆるヨナ的なシーンも見られたわ。動物虐待、ダメ、絶対。そして特に多かったのはという単語を連呼するというネタで、本作23話ではエビチとカイショナチを演じた三石琴乃さんと関智和さんによる、この大連呼シーンは必見とまで言われるネタになってるわ。超有名声優二人に何やらせてんだよ。そんなわけで今じゃとても放送できる内容ではなかったということよ。当然すぎて草も生えないぜ。ちなみに、原作は時を経て2018年にまさかの続編が連載されていたわ。マジか。舞台は前作から20年後、ご主人ちゃまとカイショナチは見事に結婚し、小学3年生の娘との3人家族になっていたわ。普通の家庭になってくれたのか？そしてエビチ派20年経ってもまだご存命だったわ。ハムスターの寿命とっくに超えてるダルルを。相変わらずの下ネタ連発で、作風はほとんど変わっていなかったらしいわ。さすがにもうアニメ化はできないと思うが、よくやるもんだぜ。甘えないでよ。続いて紹介するのは、2005年放送のアニメ甘えないでよ。原作は月刊コミックガムにて2003年から2009年まで連載されていたわ。全く知らないアニメだな。どういう話なんだ？本作は尼寺を舞台としたドタバタ系のラブコメになっているわ。尼寺だと？主人公は普通の高校生である里中一行という少年で、彼は高校入学早々に、僧として一人前になるためにということで、祖母がいる尼寺に出されてしまうの。唐突だなおい。
実は一行にはある特殊な霊力があるらしく、その解放を防ぐための修行をすることになるわ。そして尼寺には6人の二僧たちがいて、一行は彼女たちからの横暴さに耐えつつ、その霊力をめぐっての争いの中に身を投じていくことになる、という展開ね。その特殊な霊力ってのは一体何なんだ？一行が入った尼寺の開祖である最前上人が持っていた強力な霊力で、今は一行の深層意識下に眠っているの。最大限に発揮すると、人の心を操ることができるとされているわ。それはとんでもない力だな。確かにおいそれと解放しちゃいけないぜ。一行自身もコントロールができない力だけど、ある条件によって覚醒することで、霊力を発現することも可能なのよ。ある条件ってのは？若い女性の妖艶な姿よ。は？だから、若い女性の妖艶な姿。ちょっと何言ってるかわからない。要するに、なものを見ると覚醒するの。その副作用として、霊力が発動すると一行は煩悩が丸出しになってしまって、女性に襲いかかろうとするなど、暴走してしまうのよ。ああ、なんというか、今じゃ放送できない理由もお察しだぜ。そうね、そんなノリということで、本作はなシーンが目白押しなのよ。特にアニメ2期に当たる甘えないでよ、かつ、の特別編騙されないでよ、においては、ほぼ全編、裸体やたわわがあらわになるシーンの連続となっているわ。完全にアウトなんだぜ。当然、本放送の際には修正されていたり、ATX では視聴年齢制限をかけていたりしたわ。とても一般アニメとは思えない、やりたい放題って感じだったわね。尼寺という時点で薄々そうじゃないかと思ってはいたが、予想の遥か上だったぜ。トラブルシリーズ。お次は2008年からアニメ展開されていたトラブルシリーズを紹介するわ。原作は当初週刊少年ジャンプで連載され、その後ジャンプスクエアにて、スピンオフという名の正当続編であるトラブルダークネスが連載。そのあまりに過激な内容から、福島県で一部有害図書にも指定されている問題作なの。前にも紹介してたが、ジャンプで連載していたとは思えないくらい攻めた内容だったよな。一応おさらいとして、物語は主人公のユーキリトの元へ、ララという宇宙人がやってきて、紆余曲折の末、リトはララの婚約者候補となってしまうの。元よりクラスメイトのサイレンジ春菜に恋をしていたリトは、ララを交えた三角関係に発展して、ドタバタな日々を送るというストーリーね。まさにラブコメって感じで、とにかく美少女がたくさん出てくる、目の保養にいい作品だぜ。原作もさることながら、アニメの方もかなり攻めた内容になっていて、多少修正こそ入ったものの、お色気シーンは数多く見られたわ。また、2010年のアニメ2期であるモッドトラブルからは、よりお色気シーンが増加し、代わりに ATX 以外では謎の光や暗闇、湯気による目隠し修正がされ、2012年からの続編であるダークネスでも、同様の処理が施されたわ。原作のターゲット層がより広がったことにより、アニメの内容もどんどん過激になっていったのか。もう一般アニメとは何だっけってレベルのな要素の数々で、視聴者の多くはすっかり性癖を破壊されてしまったとかなんとか、アニメの話じゃないけど、原作があまりにもなものだったから、同人誌が全く役に立たなくなったというファンもいるそうよ。公式が病気とはこのことだぜ。源氏通信あげ玉。続いては1991年放送のオリジナルアニメ、源氏通信あげ玉を紹介するわ。また一気に古い作品になったな。正義のヒーローであるアゲダマンと、世界征服を企む乗っ取り騙す一味の戦いを描いた、古き良きヒーローコメディアニメよ。確かに、平成初期って感じの作風だな。もちろん、コメディだけあってあらすじも実にギャグ調になっていて、世界征服を目論む乗っ取り騙す11世が、ある予言書に基づいて合成銃を作り出し、人々を恐怖に陥れようとするのだけど、いつも予言書の解釈を誤っているから、とんでもなくめちゃくちゃな作戦になってしまうの。なんとも懐かしいノリだぜ。とはいえそのせいで人々にある程度は迷惑を与えていたのも事実だったから、ヒーロー性出身の源氏アゲダマが正義のヒーロー、アゲダマンに変身して、乗っ取り騙すの企みを阻止していく、というのが毎週の展開ね。実に90年代らしいアニメだと思うが、今じゃ放送できない要素なんてあるのか？当初こそ、普通にギャグ作品として展開されていた本作だったけど、徐々に他作品のパロディネタが増えていって、さらに声優陣によるアドリブも増加。どんどんカオスなノリになっていったらしいわ。悪ノリしていった感じか。そしてなんといっても、本作には非常に多数のパンチラシーンがあるのよ。パンチラ？本作に登場するライバル兼ヒロインとも言われるクキレイというキャラは、男性からの視線をなんとも思わない性格ゆえに、パンチラどころかパンモロすることも多かったわ。なお、こんな見た目だけど小学生よ。それはアウトなんだぜ。本来のヒロインである平家武器も、やはりたびたびパンチラシーンを披露していたわ。そして当然、こちらも小学生よ。だから小学生はダメだって。その他、際どいコスチュームが登場することも多く、
性の緩い当時にあっても、そこそこ攻めた内容になっていたのは間違いないわ。こういうの見ると、本当に当時は色々と自由だったんだなと思えてくるぜ。ちなみに余談ではあるけど、この茎令和作中において女の子としての扱いは悪いけど、エンディングにおいては前期、後期ともに独占状態で、特に前期は入浴シーンもあったわ。それも本作がアウトな理由になりそうだぜ。そして何より、令和物語の構成上の扱いはかなり優遇されていて、話の始まりを担当していたり、同時にオチも兼任することもあったから、実質的に主人公のような扱いとなっていたのよ。キャラクターとしてはかなり美味しいポジションだったんだな。さっきも言ったようにあくまで彼女は小学生だけど、敵である音読子に変身した際の、非常に際どいコスチュームのインパクトのせいか、二次創作では年齢設定を忘れられ、かなり大人っぽくセクシーに描かれることが多かったそうよ。ファンからの人気は高かったってことだな。ジャングルの王者ターちゃん。今回最後に紹介するのは、1993年に放送されていたアニメジャングルの王者ターちゃんよ。原作は週刊少年ジャンプにて1988年から1995年まで連載されていたわ。お、これは知ってるぜ。俳優の岸谷五郎さんが声を担当してたよな。アフリカのとあるジャングルで、チンパンジーに育てられた野生児ターちゃんを主人公に、彼の妻ジェーンをはじめとした個性的なキャラたちによって繰り広げられるコメディ作ね。結構バトル要素もあった記憶があるんだが、当初はあくまでターザンのパロディとして1話完結のギャグ作品だったのだけど、やがてギャグ作品でありつつ、当時流行だったバトル要素のある作品にシフトしていったの。なるほど、当時の漫画作品あるあるだぜ。90年代のジャンプを支えた人気作で、アニメもかなり人気を呼んでいたのだけど、残念ながら、やはり今ではちょっと放送できないようなネタも多かったのよ。どういうネタがあったんだっけか？元より原作でも数多くの下ネタが使われていて、アニメでは多少は抑えられたりしたけど、それでも、今はちょっとはばかられるような内容が多くなっていたわね。特に有名なものなら、魔の袋の皮を伸ばしてムササビのように飛ぶなんてシーンね。ああ、見覚えがあるぜ。確かに、今じゃ放送できなさそうだなそれは。もともと、原作者である徳弘正也先生は下ネタを得意としている方で、他の漫画家さんからも、どんな下ネタでも徳弘先生にはかなわない、と言われていたみたい。筋金入りの下ネタ好きなんだな。そんなわけで、本作はネット上の掲示板においても、よく当時ゴールデンタイムで放送できたなと言われるくらい、語り継がれているのよ。さっきの揚げ玉もそうだが、とにかく当時は自由だったんだなと改めて思うぜ。というわけで、今では放送できない平成アニメの紹介は以上よ。どうだったマリサ？ほんと、まだまだ放送できないアニメってのはネタが尽きないと思ったぜ。昔は普通に見ていたが、今になって思えばよく放送できたなって作品も多かったな。やっぱり、それだけ今は表現に対しての規制は厳しいと言えるわよね。事情もあるんだろうが、世知辛い世の中だぜ。動画を見てくれたみんなも、他の平成アニメについてコメントしてくれると嬉しいわ。その時はぜひ、チャンネル登録と高評価ボタンもよろしく頼むぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。